見て、抵抗値を変えることで、音質を変化させるスイッチだよ。かわいいね。CVJ のスイッチはドライバーをキルするスイッチだけどな。やってんねー。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回登場したのは、CVJ 名。一見普通のトリプルドライバーイヤホンに見えるんだけど、2つのスイッチがついていて、音質を変更できる、CVJ 版のスイッチギミック付きイヤホンだ。ハイブリッド型でスイッチ付きというと、同価格帯にジョイオビオ社員なんかがあるな。あっちは豊富な4スイッチで、全体の音色を大きく変えることができるのが魅力だった。CVJ のスイッチは一味違う。ついでに見た目も違う。日本だとなんだか90年代のワープローチの文章で見た気がする。細い明朝体がゴリッと書き込まれた本体。見た目だけでも怪しさ満点なのに、スイッチの中身も怪しさ満点なのか。今回届いたのはブラック。黒字に金文字のみの漢字一文字は、日本人からするとめちゃくちゃ怪しさばかりが増大していくが、しっかりとしたザラついた加工の施された金属製で、質感は良い。良いだけに、余計に身の文字が目立つが、なんかこう、飛沫っぽいプリントとかにできなかったんですかね？あるいは無とか。一度見たら忘れないイヤホンになったのには間違いないが。付属品はいつもの CVJ、イヤピが1セット、ケーブル、そして上級機についてくるクリーニングロッド。SIM ピンはついてこないけど、クリーニングロッドの先端でスイッチを動かすことができるぞ。パッケージサイズはいつもの CVJ 上級機サイズ、比較的小さめだ。ケーブルの質感は、低価格機のものと変わらないけど、実る形できるレベルではある。CVJ は付属品より本体にコストをかける傾向があるので、名の付属品も、使い勝手は悪くないものの、安価なモデルと差別化はされてないぞ。ちなみに、ケーブルはマイク付きも選択できる。1万円クラスでマイク付きが選択できるイヤホンって、多分結構貴重なはず。さて、一味違うスイッチギミック。これは、10mm ダイナミックドライバーは必ずオンで、その上についている、2台のバランスドアーマチュアドライバーのオンオフを、それぞれ切り替えられるという、かなり意欲的なスイッチだ。よく低価格モデルの中華イヤホンを聞いて、これから BA をぶっこ抜いたらどんな音になるんだろう。と妄想したことはないかな？ CVJ 名は、これを疑似的に実現できるイヤホンで、2台の BA ドライバーは、それぞれ、高音、中音域を担当するのではなく、ノールズ製とカスタマイズモデルが採用されてる。カスタマイズモデルは、おそらく中国製のモデルのことかな？スイッチを切り替えて聞いた感じ、一聴してわかるような違いはなく、おそらく、類似の BA ドライバーを2つ重ねていると思う。そういった聞き比べに自信がある人も、購入すれば違いがわかる男になれるんじゃないかな？それ以外の仕様から見ると、結構中華に BA1 ダイナミックドライバーとして真っ当な印象を受ける。そこにスイッチがついたことによってなんだから妙なイヤホンとして認識されるようになったわけだ。ごめん嘘ついた。見た目もちょっと独特だったわ。というわけで、CVJ 名、割とオーソドックスな選択である、2BA1 ダイナミックドライバーを、2つの BA キルスイッチによって、色物に変化させたモデル。その音色はというと、まずは1ダイナミックドライバー状態、両方のスイッチがオフの状態で聞いてみる。正直、この状態ではバランスが悪い。最近の、KZ のハイブリッドモデルから派生した1ダイナミックドライバー機は、しっかり調整されていて、1ダイナミックドライバーでもちゃんとなるじゃん、というイヤホンが多いんだけど、名は BA との連携を前提にしたイヤホンなので、そりゃまあダイナミックドライバー単体だとちょっと高音域側に欠落感が出る。空間も広がりが足らない。そりゃそうだ。そこのピース自分で落としてるんだから。というわけで、1ダイナミックドライバーではおすすめできない。同社の1ダイナミックドライバーでなんか聞いたことあるな、と思ったけど、CVJ デモンに近い音だ。名がしっかりなるのは、1BA1 ダイナミックドライバー状態か、2BA1 ダイナミックドライバー状態の時、個人的には、強烈なサウンドが好みなので、全スイッチ音が順当に良いな。やはり人類はより多くの人数で囲んで殴る以上の戦法を未だ発明していないので、この状態の名は、力強く、アルミハウジングの切れもしっかりと演出した一本になる。いかにも中華ハイブリッドという感じのドンシャリバランスで、サブベース側の沈み込みも強い。1BA1 ダイナミックドライバー状態の時も基本的には同じ傾向なんだけど、名の20時期 10mm ダイナミックドライバーは、かなり低音側の沈み込みが良いので、2台つなげて良い塩梅、くらいの印象だ。音色を細かく見ていこう。高音域、かなりシャープ、KZZSR 世代みたいな印象を感じるくらいにシャープで鋭い高音域。もちろん、ZSR から時代が進んだのと、価格が違うこと。そして、より反応が素直なアルミハウジングのおかげで、より力強く、それでいて耳に刺さらない高音域を実現してるぞ。中音域、若干ドライ感を感じる女性ボーカル。
低音ボーカルはダイナミックドライバの影響を受けるのか、一気に分厚くなっていく。メリハリが強烈なハイブリッドで感じられる、スイッチ感の強さがあるな。そして低音域、20時期 10mm ダイナミックドライバの中でも、低音域側の厚みが強い1台になっていて、このせいで、単体1ダイナミックドライバの時にはちょっとここに仕事が集中しちゃう。弾力と広がりのある低音域で、KZ 系の中でも強いものに匹敵するな。それでいてアルミハウジングと鋭い高音域を備えているので、ボワボワと音の輪郭が緩くならないのが同時に実現されているのもいい感じ。低音高音ともに空間も広めに感じられて、ハイブリッドイヤホン的特徴を前面に押し出した、楽しいイヤホンだな。ジョイオーディオ社員の最強モードとかと対抗できる系のサウンドだ。逆に向いてないのは、しっとりとした曲とかだな。そういうのは同じ CVJ ならミラーとかアンジェルイングとか色々あるので、そっちを触ってみるのも手だ。というわけで、気になるキルスイッチ、思ったよりまともだった。さすがに1ダイナミックドライバ状態は物足りねえ感がすごかったけど、PA が最低1台稼働してると、聞き比べがはかどりそうだな。ただ、やっぱり最大構成状態の数で殴る音が一番好みだったので、スイッチとハウジングの感じいるとなるあたりのご愛嬌が、この手のハイブリッド中華の楽しめるポイントだとも思うな。面白がって買うのがおすすめだ。といったところで今回はここまで、ネタ系かと思ったけど、パワー系イヤホンとして普通に好きな人多そう。